はい、皆さんどうもこんにちは、三田です。今日はね、相撲界の神と呼ばれる横綱について話していきたいと思います。皆さんこの横綱って言葉は絶対聞いたことあると思うんですよ。ていうか日本人で聞いたことない人いるのかなっていうぐらい、その言葉はすごくね、認識されてますよね。またそのどういった地位か、トップである存在っていうことも認識されてると思うんですけども、今日はちょっとさらにね、その横綱っていうものを深く歴史とかそういうのを掘り下げていきたいと思います。全力士を代表する存在。はい。他のね、人気力士、いっぱいいますよね。でもやっぱり、相撲界の看板。これはね、横綱になります。またね、横綱はもう人間じゃないんですよ。神のよりしろと言われていまして、もう相撲界では神様なんですね。はい。大関までは人間なんですけども、そのやっぱ一つ上の横綱、綱を締めてる人っていうのは、神と、されていて、やっぱりその引退後も含めて横綱になった人、横綱経験者かそうじゃないかっていうのは、とてもね大きな違いがあるらしいです。歴代で何人いるかご存知ですか？はい、そうですよね。72年。これを知ってたら、立派な相撲ファンだと思います。最新の72代横綱はもう引退されたんですけど、稀勢の里関と、この72人という説は、諸説あって、実は最初の3人は、伝説上の横綱と言われていて、実在がね、ちょっと確認できなかったり、怪しいみたいな人もいます。でもとりあえず72人と。この数なんですけどね、横綱というものが一応できてから300年余り。はい。それで72人なんで、いかにね、そのレアな存在かと、いうのがわかると思います。そしてその横綱という語源なんですけども、見ての通りですね。つけてる綱、横になってる綱から来てますね。そしてまた別名として、日の下海さんと呼ばれたりもします。これもね、簡単に言えば、横綱ってことです。そしてね、横綱になる方法。はい。これはね、知ってる方が多いと思います。大関の地位で2場所連続優勝、もしくはそれに準ずる成績と。これを達成することによって、横綱になれる。大まかな流れはこんな感じですね。他の地位と違ってね、降格はないんですよね。はい。だからもう一回なったら下がることはない。ということはどういうことか。もうやめるしかないと。もうやめるとき、横綱じゃなくなるときっていうのは、もう引退するときということですね。で、横綱というものの歴史をちょっと調べてみたので説明したいと思います。横綱というのはね、もともと階級ではなかったんですね。もともとそう、江戸時代ぐらいまでは大関が最高位でした。横綱というのは、その名誉諸号みたいな感じで、大関の中で特別に強い人が横綱って呼ばれてたりしました。そしてこの横綱というものができるきっかけなんですけども、江戸時代に行事ですね、相撲の行事をする有名な一族があって、それが吉田司家と呼ばれていました。実は横綱というのはこの人たちが考えたものなんですよね。当時の吉田司家、江戸時代の吉田司家が、その行事としての一族としての、なんでしょうね、権力を確固たるものにするために、当時は最高やった大関に横綱免許というものを渡すように、横綱免許というものを考えるんですね。これが横綱の始まりと言われています。そして1789年、今から200年以上前に、この吉田司家が2人の力士に横綱免許というものを与えます。これが2代目谷風という人と小野川という、2人の力士ですね。この2人に横綱免許を与えたと。これが、横綱の始まりと言われています。この2人がね、実質の初めての横綱みたいな感じですね。実はこの2人の前にさらに3人ね、横綱がいるんですけど、これは最初も言ったようにちょっと伝説の人で、実質の最初の横綱は2代目谷風と小野川、この2人だと言われています。そしてその際にね、この土俵入りというのを考えたのも実はこの吉田司家という、行事のね、一族、これになりますね。この吉田司家っていうのもね、すごく面白い一族で、相撲とはかなり密接に関係があるんですけど、この人たちもね、すごい面白いんで、またいつか動画で話したいと思います。そしてその2年後、1791年、徳川幕府の第11代将軍、徳川家斉
の上覧相撲にて2代目谷風、小野川、この2人ね、綱を締めて土俵入りすると。これが初めての、横綱というもののお披露目だったと言われています。そしてね、その後もずっと横綱というものは、これを機に続くんですけども、それは全てその吉田司家という、行司の一族が、免許を与えるという形で継続していきます。はい、この時もまだ横綱っていうのはね、階級ではなくて、名誉な称号だったと言われていますね。はい、では、いつ横綱というものがその番付に載ったのか。はい、これはですね、1890年、明治23年までかかります。はい、その時に初めて横綱という名前が番付に載ります。そして初めて番付で横綱という名前に載ったのが第16代横綱、初代西の海という人ですね。この人が、番付上は初めての横綱という形になります。ただこの時はですね、初代西の海という人が、当時張り出し大関という地位にいたらしくて、張り出し大関っていうのはね、土俵じゃなくて番付の外に、ポンとね付け出されているような大関なんですけども、一応その普通の大関よりはちょっと下がると言われています。大関の地位の中でそのね、張り出し大関に気を使った相撲協会がその時横綱というものを番付に乗せて、この西の海さんが張り出し大関嫌だろうから、横綱どうぞみたいな感じで協会が気を使って生まれたのがこの横綱という地位らしいですね。その番付上では、これが始まりと言われています。でもこの時もね、まだ相撲協会のね決まりではまだ階級ではなかったんですね。まだ名誉職だったと。では横綱というのが、本当の階級、本当で相撲界のトップになったのはいつかというと、1909年相撲規約の改正によって地位と階級として認められました。はい、だから横綱というものがね、実際に、そのオフィシャルに公式に地位となったのは、たった100年前のことだと言われています。初めて横綱の免許が出された時、これを出したのが、吉田司家という行司の一族でしたよね。ただこの時もまだ吉田司家というものが、横綱に何でしょうね、許可を与えるというか免許を与える、認可をするみたいな、そういう形で横綱というものは続いてたんですね。だからつまり言い換えると、吉田司家、この人たちに認められないと、免許をもらわないと横綱は名乗れなかったと。吉田司家ね、めちゃくちゃパワー持ってますよね。横綱唯一の神様を任命できるわけですから。ここでちょっと吉田司家の話なんですけども、この吉田司家、江戸時代からずっと、横綱というものを、免許を出せる唯一の存在だったんですけども、その大昔はね、他にも横綱免許を出したりするとこがあったんですけど、基本的には相撲協会はこの吉田司家というものが免許を出したものしか横綱として認めていないと。ただ今の横綱、じゃあ吉田司家と関係あるのか、これはね、ないんですよ。実は1950年、この吉田司家というものが、金銭面のね、不祥事を起こして、ちょっとごたごたしちゃうんですよね。それにより、相撲協会がもう吉田司家と、あなたたちもういいよということで、この吉田司家が任命する、横綱を任命する代わりに設立したのが、横綱審議委員会と、今横綱に実際になるかの議論をできる人たちですね。この時に初めて横綱審議委員会が生まれたと。そしてその次の年、1951年以降の横綱、41代横綱千代の山以降は、この吉田司家からがそれまで横綱に行っていた横綱本免許授与式というものは取り行わずに、協会とその、横綱審議委員会、この人たちが、横綱を決めているという感じなんですね。でも実はその後も吉田司家というものは、その免許はもう出すことはなくなったんですけど、1950年以降。ただ横綱の、推挙式、なんていうんですか、セレモニーみたいなのには一応呼ばれてて、それなりの地位はあったんですけども、ただ1986年に、もう一回不祥事を起こしちゃうんですね。不祥事多いな。そしてそこで相撲協会との関係が断絶してしまうんですね。これにより吉田司家というのはもう完全に日本相撲協会とは、縁が切れてしまい、それにより、横綱の、セレモニーとかにも全く出なくなり、本当に
絶縁状態になってしまったと。ただこの吉田司家というのはね、絶縁するまではね、学生相撲のインカレとか優勝すると学生横綱は綱をもらえるんですよね。ああいうのも吉田司家が一応の代表の人が渡してたっていうのもあるらしいですね。はい、今ではもうないですけど、当時はそういうのがあったと。じゃあ次は土俵入り。実はこの土俵入りを考案したのも吉田司家。分流型と不知火型。